皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は外国人参政権についてです。つい先日私は大阪都構想についての動画を作成しました。そしてその大阪都構想についてまつわる記事を朝日新聞が出していたのですが、その朝日新聞の主張というのが、今大阪で都構想住民投票が行われようとしているが、そこに住む多くの人々、定住外国人が投票できないのはおかしいのではないかという主張を行っています。そして定住外国人が投票するためには当然のように外国人参政権という問題について推進すべきだというのが彼らの意見です。朝日新聞がそのようにして外国人参政権というものを認め、住民投票においても定住外国人の投票を認めるべきだとして主張しているわけですが、私はこれには反対です。そもそも外国人参政権という問題についてどのような問題があって、そしてどのようにすべきかというのを後半において解説を行っていきます。それでは朝日新聞が大阪都構想に絡めて外国人参政権を認めるべきだとしている記事を見ていきましょう。外国人と投票、地方選の門戸を開くとき、大阪市を廃止し、4つの特別区に再編する都構想、間近に迫った住民投票は、大阪市以外の自治体にも関わる見過ごせない課題を投げかけている。長年日本に住みながら、日本国籍を持たない外国人が投票できない問題だ。納税などの義務を果たし、日本人と同じように暮らす人々が、地域の課題について意思表示できないのは不合理である。定住外国人に地方選挙権を認めようという動きは、ここ10年停滞しているが、これを機に実現を目指すべきだ。都構想の住民投票の根拠となる大都市地域特別区設置法は、投票権について公職選挙法を準用すると定めている。その公選法は、有権者を日本国民に限っている。このため、在日コリアンら外国籍のまま大阪市で暮らす人は参加できない。なぜ地域の今後を決める重要な投票の権利がないのかという疑問や不満、無念の声が相次いでいる。大都市法が8年前に議員立法で成立した際は、こうした問題は意識されていなかったという。市民団体などが先の通常国会に法改正を求める請願を出したが、ほとんど議論されなかった。大都市法の改正にとどまらず、問題の根本にある公選法の見直しが不可欠である。定住外国人の参政権は、外交や国防が絡む国政選挙とは切り離し、地方選挙を対象に、1990年代から活発に議論され始めた。1993年に大阪府岸和田市議会が付与を求める決議をした後、同様の動きが各地の自治体で続いた。1995年には最高裁が在日韓国人の請求を退けつつも、永住者らに地方選挙権を与えることは憲法上禁止されていないとして立法政策に委ねる考えを示している。国政の場でも公明党などが何度か法案を国会に出し、90年代末には自民、自由、公明3党の連立政権合意書に付与が明記されたが、自民党内の反対が根強く実現しなかった。2010年に民主党政権が法案提出を断念した後、議論自体が低調なまま今に至っている。一方、自治体が条例で実施する住民投票では、市町村合併の是非を問うものを中心に、日本国籍のない外国人も参加した事例が200を超えた。政府は労働力不足を背景に、外国人を広く受け入れる政策を進めており、共に暮らす住民として迎える姿勢が問われている。投票したければ日本国籍を取得すれば良いとの声も少なくないが、母国の国籍へのこだわりは自然な感情だろう。二重国籍を禁止しつつ、地方選挙権も認めない日本は、先進国の中で得意な存在だ。待ったなしの課題であると認識すべきだ。朝日新聞は記事の中で根本問題を解決すべきだと述べています。その点については私も同意見で根本的に問題を解決すべきだと思っています。ところが、朝日新聞と私とでは一体何が根本問題かという点について全く意見が異なっています。朝日新聞は日本人のみが投票できるこうした公職選挙法こそが問題であるとしているわけですが、私はそうは思っていません。公職選挙法における日本人が投票しますよということはむしろ守るべきもので、それは問題ではありません。では一体何が根本的な問題かといえば、何世代にもわたって定住している外国人、この人たちこそがまさに解決すべき根本的な問題だと私は考えます。
法律を変えるのは根本問題の解決ではありません。日本のことは日本国籍を持った人々が投票して決めていくというのは大事な原則なのです。この点で言えば、記事からは少し話がそれますが、日本国籍を持っている人々で決めるというのは非常に大事なポイントなのです。例えば、国にしても地方にしてもそうなのですが、議員と呼ばれるような職に就く人というのは日本国籍を持っていることが最初の条件であるべきです。同様に公務員であったり、教育関係者についても全く私は同じように、まずは日本国籍を持っている人と限定すべきだと考えています。社会の根本に関わるような部分については、それこそ日本人がその役割というのを担うというのが第一原則だと考えているからです。もちろんアドバイザー的な役割で外部の意見を聞くというのも大事でしょうが、それはあくまでも外部の意見としてであり、決して内部の入れることではない話だと思います。日本国籍を持たない人たちの意見というものは、一人一人ではまだ大きな影響を与えませんが、そのような人たちが増えていけばいくほど、それらの意見というのはだんだんと日本のための行動ではなく、日本以外の人たちの他の集団のための行動というものに切り替わっていくことが十分考えられます。当然目指すべき方向性というものが変わってくるわけですから、日本のために何かしようという方向から他の国や他の集団のための行動というものに変わってくれば、それは日本に住んでいる人たちにとって非常に良くないことが起こるのは当然だと言えるでしょう。ましてや、日本にいる定住外国人の中で多数を占めているのは、日本に対しては何をしても許されるのだ。彼らは日本を利用することを良しとしている擁日思想を刷り込んでいる国や、反日教育を子供の頃からずっと刷り込んでいるような国、それらが決して個人の行いではなく国家の政策として行っていて、これを良しとしている。そういった国を母国として考え、それらの国籍を手放さないという選択を自ら行っている人々。そういった定住外国人の人たちが日本で投票権を得て住民投票や選挙において影響力を持つ。これはまさに悪夢としか言えないような展開だと言えます。害はあっても日本のためになることは一つもないでしょう。話は記事に戻って、朝日新聞は納税の義務等を果たしているんだから、こういった人々に投票権を与えるべきだという主張をしていますが、これも大きな間違いです。なぜなら、労働や納税といったものができない人たちというのは別に国籍によらず、性別によらず、年齢によらず、たくさんいるからです。それこそ病気をしている人を例にすればすぐにわかることです。長患いで長期入院を迫られ、貯金等はとっくに底を尽きてしまった。そのために生活保護を受給せざるを得なくなった。そのような人は入院しているのですから労働することはほぼ無理でしょうし、収入が途絶えた状態なのですから当然持っているお金というものも生活保護で得たお金が中心で、何か物を買って消費税を払ったとしても、その消費税の元手となっているお金そのものが税金だったりします。このように労働も納税もほとんどできなくなったような人に対して、あなたは納税も労働もできていないのだから選挙権などは与えないなどという話にはならないでしょう。納税しているかどうかというのはそもそも投票権が持つか持たせるかといった話とは全く別の話であり、この話を混同してはならないのです。日本のことは日本人で決めていくというこのシンプルな第一原則を守ることは非常に重要で、違う論理に惑わされないようにしなければなりません。今後外国からの労働者をたくさん受け入れなければならないという話もあるわけですが、だからといってこの人たちは別に日本人になりに日本にやってくるわけではありません。いわばお客さんです。ですから私たち日本人がしなければならないのは、悪徳日本人経営者がこれらの人々を雇い入れて賃金の未払いやもしくは過酷な労働を課すなどといった違法行為などをしていた場合にはすぐさまこれを見つけ、この悪徳日本人経営者を罰するという仕組み作りを整えたり、反社会勢力がこれらの家業に乗り出して資金調達をするようなことがないように監視の目を光らせるといった外国人労働者にとって日本が快適な労働環境であることを確保する、そういったことが日本人の役割です。ですから海外からの労働者がたくさん来たからといって、この労働者の人たちに、じゃあ住民自治に参加してくださいといった話や、国政選挙にさあ参加をといった話とは全く別の話だと私は考えています。そして海外ではこうだからという話を引っ張り出してくるときにも一つ大きな問題があります。
それは前提として、良い話であれば日本に取り入れるべきで、一方で悪い話であれば参考程度にして日本には取り入れないということが重要なのです。現在、大阪都構想では反対派の方が優勢と伝えられています。そして推進する側の方が今回は公職選挙法をもとにして日本人の投票というのに限定しているわけです。朝日新聞はそのことについて外国人参政権を認めないのはおかしい。なぜならば大阪においては定住外国人の人たちがたくさんいて、これらの人々が納税などを行っているのだから声を聞くべきだとしているわけです。しかし今回の解説でもお分かりのように、それはそれ、これはこれ、大阪都構想の話と外国人参政権の話というのは全く別の話なのです。にもかかわらずここにやってきて、朝日新聞が求めているもの、目指しているものとして外国人参政権を認めるべきだという主張を盛り込んできたのは非常に悪質な報道だと私は思いました。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを思ったでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。